清春チャンネルです。今回の清春チャンネルは DIY でつけた軽トラックのウインチで台風で流された石を吊り上げます。そして最後には今年土砂崩れで田んぼに落ちた消火栓ボックスも吊り上げます。このウインチの使い方は私が勝手に考えたものです。危険ですので改造は自己責任でお願いいたします。DIY でつけたウインチです。先端はリングクランプにカラミナをつけ滑車を下げています。まずは大きくてワイヤーをかけやすいものから上げていきます。途中の段差に引っかかるとかなりのテンションがロープにかかっています。どこから流れてきたのか、今回一番大きな幅80センチくらいのセメントの塊です。多分40キロぐらいあると思います。ワイヤーがかけにくい丸い石や小さな石はゴルフネットの切れ端があったので包んで吊り上げてみました。これがなかなか塩梅が良く格段に作業効率が上がりました。恐る恐る吊り上げていた最初とは違い、だんだん大胆になり、入れる石の量が多くなりました。おまけに引く方向が支えの筋交いの方向ではなく横へ横へとずれてしまい、支柱が傾いてしまいました。本当は上下に一人ずつで二人でやれば効率が良いのでしょうが、ご覧のように降りては引き上げ、外すためにまた登り、また下に降りて、
その繰り返しで疲れてしまいました。画像では早く終わったようですが、本当は2日をかけて作業しました。おまけにカメラで画像を撮るために、これまた上がったり下がったり、田んぼに移動したり、そんな様子を見ていた通りすがりのじいちゃんが、あんた何しようのかいと不思議そうに見て声をかけていきました。この日は12月に入り寒くて小雪の舞う日でしたが、3時間ほどの作業でしたが、2日に分けて約30個、300kg ほどの石を上げることができました。私がこのラジコン草刈り機を購入する前に、近所の先輩に立ち話の中で、この地区では私が初めてのようで、実物がなかなか見れないんですと話したところ、U ターンで故郷に帰って農業を始めた K さんが持っていると教えてくれました。そこでその日のうちに見に行ったところ、とても快くスパイダーモアを出して見せてくれました。U ターンして農業する上で草刈りが一番重労働で大変だったので思い切って買ったと言っていました。自分と同じような考えの人が近所にいてすごく嬉しくなり、今度いつか一緒に草刈り機を並べてやってみましょうとその時約束をしたのです。画像は突然ラジコン草刈り機になりましたが、石の吊り上げ作業の合間に私よりも1年早くラジコン草刈り機を導入した人が近所にいましたので、今度一度2台で草刈りをする様子を動画に撮らせてくださいと頼んでいたのですが、ちょうど相手方が都合がいいということで2台で草刈りをすることになりました。こちらの草刈り機はイセキのラジコンスパイダーモア RC-SP530 というラジコン草刈り機です。傾斜はヤンマと同じく45度まで切れます。刈り幅は53センチです。とても足が速い印象です。さて、軽トラウインチで次は9月の台風の土砂崩れで消火栓ボックスの土台ごと下の田んぼに押し流された消火栓ボックスを吊り上げてみます。地区の消防団の方が4、5人で上げようとしましたが、重くて上がりませんでした。工事の時まで待ちましょうということになっていました。この消火栓ボックスもいつ上げられるかわかりません。ということで一丁やってみるかと思った次第です。ご覧のように想像以上にボックスが重くて、支柱を支えていたアングルのボルトが2本折れてしまいました。引く方向も
柱の筋交いが効いていない横方向でした。ほーら見よ。あんなパートした作りの支柱を立てるから、怪我するで。土木業者さんに聞いてみると、前の台風の災害復旧の工事が終わっていないと話していました。危険なので支柱を通さずにウインチからガードフレームに滑車をかけて引くことにしました。角度が変わったのでイノシシ用の防獣の金網が邪魔になり引き抜くことになりました。石とは違ってセメントの角があちこちに引っかかりモーターが悲鳴を上げます。パイプを押しながらリモコンで操作をします。こんな時リモコンを買ってよかったなと思います。この一瞬の力でしたが結構重くて、これで腰がパンパンになり、また1週間理学療養士さんのお世話になりました。老体を感じますな。
このくらいの座りで大丈夫でしょう。この中のホースを使うようなことがないように願いながらの引き上げ作業でした。近頃、こんなことばかりしてるから、私と遊んでくれないの？そう言うと、すぐにシャンプーしてくれるけど、ありがた迷惑なんだけど。今回も、最後まで滑舌の悪い鼻声のじいじいにお付き合いいただきありがとうございました。よかったら、登録といいねをよろしくお願いします。